皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょ今日もよろしくお願いします。う。よし、昨日彼女と歩いていましたよね。見ましたよ。違いますよ。あの人は彼女じゃなくて会社の人です。あ、そうですか。アプリで会った人じゃないですか。違いますよ。アプリはしたことがありません。そうですか。今日のスキットはアプリで知り合って初めて会う男性と女性の話ですよ。ちょっと面白そうですね。あ、興味はあるんですね。じゃあ読みましょすみません。橋本彩さんですか？う。いえ、違います。ごめんなさい。間違えました。森田春樹さんですか？私、あやです。はい、そうです。はじめまして。はじめまして。やっと会えましたね。居酒屋を予約したので、居酒屋というかパブなんですけど、行きましょうか。はい、ありがとうございます。乾乾杯。杯。いやー、あやさん、写真と全然違いますね。写真の方が美人でしたか？違います。そうじゃなくて、写真を見たときはもっと静かな人だと思ったんですよね。え、私、うるさいですか？いやいや、うるさいというか、お酒が好きな明るい人って感じです。僕はそういう人の方がむしろ好きですよ。私、お酒が好きというか、お酒の席が好きなんです。そうなんですね。じゃあ家では飲まないんですか？はい、仕事が朝早いので。あやさんのお仕事は小学校の先生でしたよね。大変そうですけど、かっこいいですね。小学校じゃなくて日本語学校です。日本語学校？外国人が日本語を勉強するところですか？そうです。へえ、あやさんは英語もできるんですか？そうですね。英語がわかると便利ですが、日本語学校ではむしろ英語を話すのは禁止なんです。え、でも初めて日本語を勉強する人もいますよね。英語で説明した方がよくわかると思うんですけど。外国人全員が英語を理解できるわけじゃないですから、子供が言語を習得するみたいに日本語を日本語で教えるんです。なるほど。僕、昔、イギリス人の友達に日本語について質問されて説明ができなかったんです。僕は日本人ですから言葉の漢字はわかるんですけど、話せても教えられるわけじゃないと知りましたね。そうですね。確かにネイティブは気にしないことについて質問が来るとちょっと焦りますね。いやー、エアさんすごいですね。そんなことないですよ。ところで森田さんは。森田さんじゃなくて春樹ですよ。あ、春樹さんはよくお酒を飲みに行くんですか？この場所いい感じですね。会社の人とよく飲み会をしますが、お酒に強いわけじゃないのでそんなに飲みません。僕はむしろコーヒーの方が好きで。あやさんもコーヒーが好きでしたよね。よければ次は一緒にカフェに行きませんか？土曜日とかどうですか？えーっと、私、週末はちょっと予定がいっぱいで。そうですか、人気者ですね。いや、そんなことないんですけど、仕事が17時に終わるので、むしろ平日の方がありがたいです。じゃあ来週の金曜日の夜はどうですか？あ、すみません。金曜日の夜は、というか、夜にコーヒーはちょっと、暇な日があったら LINE しますね。そうですか。この2人これからどうなると思いますか？どうもならないと思います。でも、使えるフレーズがたくさんありました。レッスンに行きましょう。厳しいな。スタラジ日本語レッスン。今日勉強するフレーズはこれです。違う、そんなことない、というか、じゃなくて、むしろ、
何々わけじゃない。全部否定のフレーズですね。はい。あやさんは英語を使わないと言いましたが、私は英語で説明しますね。No, I'm not とか No, it's not と言いたいとき、日本語ではどう言いますか？例えば、ヨッシーはアメリカ人ですか？いいえ、違います。じゃあ、これはヨッシーのスマホですか？いいえ、違います。そうですね。違いますは英語で That's not correct とか That's not right になるんですが、日本語では No, I'm not の時にも使えます。静香先生、めっちゃ英語使いますね。でもこれ、例えば誰かがあなたの日本語は上手ですねと言った時に違います、上手じゃないですというのはあまりいい答えじゃないので気をつけてください。確かに日本語が上手だと思ったその人の気持ちが否定された感じがしますね。そうなんですよ。No, I'm not じゃなくて You are wrong という意味に聞こえます。そういう時はそんなことないです、まだまだですがいいですね。あやさんがよく言っていましたね。はるきさんがすごいと言ってそんなことないと答えていました。静香さん、英語が上手ですね。そんなことないですよ。という感じで日本人らしいリアクションですね。動詞で謙遜すると言います。日本人は褒められたらありがとうよりいやいやと言って謙遜しますね。ああ、いや、いやいやもスキットでよく聞きましたね。いいえよりもモダンで自然な No です。確かにいいえという人最近あまり見ないですね。はるきさんはいやーとよく言ってましたが、いやといやーは違うものなので気をつけてください。スキットで比べてみましょう。いやーといやの違いわかりますか？いやー、エアさんすごいですね。いや、そんなことないんですけど。いやーは驚いた時やすごいと思った時、大変だと思った時に出る言葉です。いやはいいえです。いやー、これ結構難しいですね。では次に行きましょというかですね。若い人がよく使いますね。う。自分や相手が言ったことについて情報を追加したり訂正したりする時のフレーズです。スキットを聞けばよくわかります。居酒屋を予約したので、居酒屋というかパブなんですけど行きましょうか。私、お酒が好きというか、お酒の席が好きなんです。英語の I mean と同じ感じで私は使います。静香先生、日本語のレッスンというか英語のレッスンになっていますよね。あとは、会話を切って新しいトピックを出すときにも使えますよ。例えば、バイトが忙しくて全然勉強してない。わかる。っていうか、スタバの新しいフラペチーノ飲んだという感じです。なんでちょっとギャルなんですか？あ、っていうかだからそうです。っていうかは、というかよりもカジュアルな言い方です。もっとスラングっぽくすると、てか、ていうか、つかとかになりますね。はるきさんが居酒屋ってかパブなんだけどって言ってもかなりカジュアルですが意味は同じですね。というかは情報の追加でしたが、じゃなくては情報の否定と訂正です。マシューさんはアメリカ人じゃないです。カナダ人です。という文はビギナーですが、これを一つの文にすると上のレベルの日本語になります。マシューさんはアメリカ人じゃなくてカナダ人ですね。動詞はんじゃなくての形です。例えば、作るんじゃなくて買うつもりです。捨てたんじゃなくてなくしたんですとか。フォーマルにすると作るのではなくてですね。次、むしろですね。それよりも反対にという意味で使います。よし、いい例文をお願いします。休みの日は外に行くよりむしろ家でゆっくりしたい。忙しい仕事よりむしろ暇な仕事の方が嫌だ。
日本の綺麗な場所を知りたいなら、むしろ外国人に聞いた方がいい。いいですね。これは N3 なのでちょっと難しいですが、言えたらかっこいいですよ。僕は間違えると恥ずかしいので、下手ならむしろ話さない方がいいと思いますけどね。ああ、それは日本人の悪いところです。むしろたくさん話した方が早く上手になります。まあそうですね。僕も英語の勉強頑張ります。あれ、ヨッシーは外国語に興味がないんだと思っていました。いや、興味がないわけじゃないんですが、使う機会もないし。わけじゃないは100%いつもそうじゃない、もしくはそういう意味じゃないという否定のフレーズです。ヨッシーは完全に外国語の勉強を諦めたんじゃなくて、機会がないから勉強しないんですね。そうですね。時間がないわけじゃないんですけど、他の趣味に時間を使っているので。では、いい例文を考えてスキットに行きましょう。ヨッシー、お願いします。僕は日本人だけど、毎日寿司を食べてるわけじゃないよ。日本人みんなアニメが好きなわけじゃないよ。日本語はわかりますが、日本語を教えられるわけじゃありません。ステレオタイプな意見に反対する例文でした。では、もう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。今勉強した文法に気をつけて聞いてくださいね。すみません。橋本彩さんですか？いえ、違います。あ、ごめんなさい。間違えました。森田春樹さんですか？私、あやです。あ、はい、そうです。はじめまして。はじめまして。やっと会えましたね。居酒屋を予約したので、居酒屋というか、パブなんですけど、行きましょうか。はい、ありがとうございます。乾乾杯。杯。いやー、あやさん、写真と全然違いますね。えーっと、写真の方が美人でしたか？あ、違います。そうじゃなくて、写真を見たときはもっと静かな人だと思ったんですよね。え、私、うるさいですか？いやいや、うるさいというか、お酒が好きや明るい人って感じです。僕はそういう人の方がむしろ好きですよ。私、お酒が好きというか、お酒の席が好きなんです。そうなんですね。じゃあ、家では飲まないんですか？はい、仕事が朝早いので。あやさんのお仕事は小学校の先生でしたよね。大変そうですけど、かっこいいですね。小学校じゃなくて日本語学校です。日本語学校？外国人が日本語を勉強するところですか？そうです。へえ、あやさんは英語もできるんですか？そうですね。英語がわかると便利ですが、日本語学校ではむしろ英語を話すのは禁止なんです。えでも初めて日本語を勉強する人もいますよね。英語で説明した方がよくわかると思うんですけど。外国人全員が英語を理解できるわけじゃないですから。子供が言語を習得するみたいに日本語を日本語で教えるんです。なるほど。僕、昔、イギリス人の友達に日本語について質問されて説明ができなかったんです。僕は日本人ですから言葉の漢字はわかるんですけど、話せても教えられるわけじゃないと知りましたね。そうですね。確かにネイティブは気にしないことについて質問が来るとちょっと焦りますね。いやー、あやさんすごいですね。そんなことないですよ。ところで森田さんは。森田さんじゃなくて春樹ですよ。ああ、春樹さんはよくお酒を飲みに行くんですか？この場所いい感じですね。会社の人とよく飲み会をしますが、お酒に強いわけじゃないのでそんなに飲みません。僕はむしろコーヒーの方が好きで。あ、あやさんも
コーヒーが好きでしたよね。よければ次は一緒にカフェに行きませんか？土曜日とかどうですか？私、週末はちょっと予定がいっぱいで。そうですか。人気者ですね。いや、そんなことないんですけど、仕事が17時に終わるので、むしろ平日の方がありがたいです。じゃあ来週の金曜日の夜はどうですか？すみません。金曜日の夜は、というか、夜にコーヒーはちょっと、暇な日があったら LINE しますね。そうですか。皆さん、今日のレッスンはどうでしたか？いろいろな否定の仕方があると分かりましたね。そうですね。いいえ以外の言い方ができれば、もっと日本語が上手になりますよ。スタラジオを聞くだけじゃなくて日本語を使うのが大切ですね。一回だけじゃなくて、たくさん聞いたらもっとよくわかりますよ。質問はメッセージじゃなくてコメントに書いてくださいね。次のスタラジは来週というか来月です。それではまたね。